皆さんこんにちは。元気ですか？中級の日本語チャンネルです。今日は皆さんからの質問が多かった文法を勉強しようと思います。それは何々たいと何々たがるの違い、または欲しいと欲しがるの違い、そして何々て欲しいという文法の使い方、これらを分かりやすく説明しようと思いますから最後まで見てくださいね。それじゃあどうぞ。はい、何々たいたがる、または欲しい欲しがるです。はい、まずは何々たいです。意味は何々することを希望するです。ここにいろいろな国の言葉で書かれていますね。じゃあ接続の仕方です。動詞のマス形プラスたい、動詞のマス形プラスたい。例えば食べるは食べたい、食べたい。見るは見たい、見たい。行くは行きたい。テニスするはテニスしたい。このようになります。はい、じゃあ例を見てみましょう。はい、これは私です。何か考えていますね。はい、これは車です。私は車を買う。プラス希望する。これを一つの文で言います。私は車を買いたい。私は車を買いたい。このように私が何かを希望するときにこのたいを使います。はい、これを見てください。家族と旅行をしてるみたいです。私は家族と旅行する。私は家族と旅行する。プラス希望する。これを一つで言うと、私は家族と旅行したい。私は家族と旅行したい。このように言うことができます。じゃあ次です。はい、次は何々たがるです。何々たいと何が違うのでしょうか。はい、意味は他の人が何々することを希望するです。私じゃないです。他の人です。他の人が何々することを希望する。はい、ここにいろんな国の言葉で書かれていますね。はい、いいですか？じゃあ接続の仕方です。動詞のマス形プラスたがる。動詞のマス形プラスたがるです。食べるは食べたがる。見るは見たがる。行くは行きたがる。そしてテニスするはテニスしたがる。このようになります。このようにたいがたがるに変わります。じゃあ例を見ていきましょう。はい、これは翔平ですね。何か考えています。これは漫画ですね。翔平は漫画を読む。翔平は漫画を読む。プラス希望する。これを一つの文で言います。翔平は漫画を読みたがる。翔平は漫画を読みたがる。このように言うことができます。そして次です。これはゲームをしていますね。翔平はゲームする。プラス希望する。これを一つの文で言うと、翔平はゲームしたがる。翔平はゲームしたがる。このように言うことができます。じゃあ次です。次は欲しいです。はい、欲しいの意味は、ものを希望するです。ものを希望する。たいは何々することを希望するでしたね。そして欲しいはものを希望するときに使います。はい、ここに書かれていますね。いいですか？はい、じゃあ接続の仕方です。名詞が欲しい。名詞が欲しい。例えば、ゲームはゲームが欲しい。ゲームが欲しい。お金はお金が欲しい。お金が欲しい。
このように言うことができます。じゃあ例を見ていきましょう。はい、これは私ですね。何か考えています。これはボーナスですね。はい、ボーナスです。そして希望します。希望する。これを一つの文で言います。私はボーナスが欲しい。私はボーナスが欲しい。はい。これは新しいパソコンですね。はい。私は希望します。これを一つの文で言うと、私は新しいパソコンが欲しい。私は新しいパソコンが欲しい。このように言うことができます。じゃあ次です。じゃあ次は欲しがるです。欲しがるは欲しいと何が違うのでしょうか？意味は他の人がものを希望するです。自分がものを希望するときは欲しい。他の人がものを希望するときには欲しがるを使います。はい。いろいろな国の言葉で書かれていますね。いいですか？じゃあ接続の仕方です。名詞を欲しがる。名詞を欲しがる。ゲームはゲームを欲しがる。お金はお金を欲しがる。このように使うことができます。じゃあ例を見ていきましょう。はい、これも翔平ですね。何か考えています。はい、これはアニメの DVD です。アニメの DVD ですね。そして希望します。はい、これは翔平が希望します。これを一つの文で言います。翔平はアニメの DVD を欲しがる。翔平はアニメの DVD を欲しがる。このように言うことができます。そしてこれは誰でしょうか？彼女ですね。彼女です。そして翔平は希望します。これを一つの文で言うと、翔平は彼女を欲しがる。翔平は彼女を欲しがる。このように言うことができます。はい、そして最後に何々て欲しいです。これは欲しいまたはたいと何が違うんでしょうか？はい、意味は誰かが何々することを希望するです。私はしません。誰かがすることを希望します。はい。いろんな国の言葉で書かれていますね。いいですか？じゃあ、接続の仕方です。誰かに動詞の定型プラス欲しい。誰かに動詞の定型プラス欲しい。はい。誰かの後はにが来ていますね。じゃあ、例を見てみましょう。食べるは誰かに食べてほしい。誰かに食べてほしい。はい、見るは誰かに見てほしい。誰かに見てほしい。行くは誰かに行ってほしい。誰かに行ってほしい。するは誰かにしてほしい。誰かにしてほしい。このように使うことができます。じゃあ例を見てみましょう。これは私ですね。どうしたんでしょうか？困ってるみたいですよ。漢字ですね。漢字が難しいんでしょうか？そして私は考えています。これは先生ですね。はい。先生が漢字を教える。先生が漢字を教える。はい。私は希望します。希望する。これを一つの文で言うと、私は先生に漢字を教えてほしい。私は先生に漢字を教えてほしい。このように言うことができます。教えるのは私じゃないです。先生ですね。だから先生に漢字を教えてほしい。このように言うことができます。はい、これを見てください。これは私ですね。彼女に指輪をあげようとしているみたいです。はい、そして
私は考えていますよ。彼女が喜ぶプラス希望する。これを一つの文で言います。私は彼女に喜んでほしい。私は彼女に喜んでほしい。はい、このように言うことができます。はい、いかがでしたか？今日は何々たい、何々たがる、または欲しい、欲しがるの違い、そして何々て欲しいの使い方を勉強しました。よかったら使ってみてくださいね。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また何か日本語でわからないことがありましたらコメント欄からお知らせください。それじゃあまた。